昨日ですね、天窓の話とか、あと庭のあの一角に何かを作りたいというお話をした動画を公開したんですけども、なんかたくさんコメントとかご提案いただいたので、ちょっと読んでいきますね。天窓のことについて。えっ、と、あれ、日本語で読みますね。すでに取り付けた天窓の両側にもう2つ追加すればもっとたくさんの光が入ると思います。そうするべきだと思います。その後でこっちはどうするか決めれば、もしかしたらこっちだけで十分かもしれません。以前リビングルームの壁の高い位置に窓がある家に住んでいたことがあります。窓が高い位置にあったので空を見ることはできませんでしたが、自然光をたくさん取り込むことができました。そう、確かにね、僕も、昨日の動画でも僕も言ってたかもしれない。こっちに2つ天窓があればこっちを補えるんじゃないかなと僕もそう思います。それで他のコメントで天窓を追加するかどうかは一回夏を過ごしてから決めた方がいいのではないですかっていう、夏にすごく暑くなるんじゃないかっていうことですけども、ここの屋根が向きがね北東なんですよ。でしかも東側には高いヒノキとか杉の木があるので、直接ここにバーッと日が当たることって真夏でもあんまりないんですよ。だから柔らかい光だけを取れるんですね、ここは。僕も普段ここにいるので、夏の間もね、ここの屋根がどのくらい暑くなるのかとかね、いろいろ様子を見たりはしていたんですよ。で、ここに天窓があってもそんなここがサウナになることはないだろうということで、ここに天窓をつけることを決めたんです。むしろね、冬がこっちから冷気がね来るんで、この屋根のところには断熱材を入れようかなと今考えています。で、こう天井板を張って、それでそうそうでね、壁を白く塗ることを考えたことはありますかっていうスペイン語でコメントいただいたんですけども、そう、壁を白くしたらだいぶね、その光が反射するんだ、明るくなるんですよね。でね、それはね結構ね昔からね考えてはいるんですよ、壁を塗るというのは。こことかはこの板のまんまなんですけど、こっち側のアトリエスペースはとりあえずそのさっき言った天井を仕上げたら、その天井板を白く塗るのはありかなと思ってます。壁もどうかな。白く塗ったらかなり雰囲気変わりそうだな、明るくなるし。でこっちはね、逆にね、こっちの部屋は白じゃなくてチョコレート色とか深緑とかそういう色で塗りたいなと思ってるんですよね。また余計暗くなっちゃうんですけどね。というのをずっと考えが堂々巡りしてて、結局ずっとこの板のまんまなんですけどね。で、お庭の提案。あなたの私の提案は、あなたの庭に対する私の提案は石を使うことです。大きければ大きいほどいい。さらに
理想的なのはえっ、と古い彫刻された建築用の石です。そう石もね、石もね僕好きなんですよ。石を置くのはなんか石灯籠とかあったらいいなっていつも思うんですよね。石灯籠とか石仏とか置いたら結構ガラッと雰囲気が変わりそうですよね。なんかセメントで石灯籠を作ってるビデオを見たことがあるような気がする、石を運ぶのは腰に負担がかかるのでヤング相撲レスラーを2人ほど若い力士を2人ほどご存知ならいいですねこの辺はね若い力士はいないんですよね。年老いた力士ならいるんですけどね、年老いた力士っぽい人はいるんですけど、そうあとね石じゃないんですけど僕の好きな芸術家の岡本太郎の犬の植木鉢っていうのがあるんですよ。あれは素焼きなのかな。顔の部分だけ白いから多分なんか釉薬を塗ってあるんだと思うんですけど、あれがねすごく可愛くて、僕は青山の岡本太郎美術館が好きで何回か行ったことあるんですけど、そこのねお庭にね犬の植木鉢が置いてあるんですよ。あれねここに置いたらすごくぴったりなんじゃないかなと思うんですけど、あれはなんか販売されてはいないので、自分でああいうの作ろうかな。素焼きああいう焼き物って窯が必要ですよね。難しいな。なんか素焼き以外でそれこそセメントとかでもいいのかな。なんか作れるかな。型を取らなきゃいけない。どうなんだろう。木製の手押し車のプランターがあったらいいなとか妄想しました。木製の手押し車のプランターはありですよね。なんかね僕多分スイスに旅行に行った時の写真であるんじゃないかな。僕なんかそういう写真撮った気がする。あれは別に木製とかじゃなくて金属のやつだったかな。いやなんか木製だったような気がする。木製の手押し車のプランターいいですね。木製のプランター手押し車のウィールバローってやつですね。ちょっと古い形のね、あそこに合わせて小ぶりなやつを作るのはいいかもしれないですね。それにしようかな。こんばんは。高さのあるバードバスの足のデザインでハンギング仕様でつる性の植物を垂らしたら素敵かなと思いました。同感です。この木製の手押し車につる性の植物を垂らしたらいいんじゃないですかね。この2つのアイデアを融合したやつを作ってみようかな。手押し車でもいいし、四輪のワゴンの形にしてもいいかも。でもタイヤ4つ作るの大変だな手押し車、リンゴ箱に車輪と持ち手をつけるっていう作り方でもありだし、またばらしたパレットで一から作るのもありですね。それをやろうかな。今週はってもう今日は火曜日でまだねちょっと天気が良くないんですよね。明日は晴れるらしいので、明日ちょっと朝早起きして頑張ろうかな。今週は
手押し車のプランターを作ります。もう言っちゃったからやらなきゃいけない車輪のところどうしようかな。別にね、一輪車として使うわけではなくプランターなので、別に車輪は転がらなくてもいいんですけども、ある程度転がった方がいいか。せっかく車輪だから。ちょっとまずデザインして、例によって僕はあまりちゃんとした設計図を描かないので、なんとなくこういうやつを作ろうかなっていうのを先に考えてからパレットを。ターシャさんの庭にあったっけ、そういうの。ちょっとこういうこんな大きい立派なやつじゃなくて、でもこれ可愛いですね。なんかもっとちっちゃいやつなかったかな。これはもう実際に使ってる手押し車ですもんね。いちいちかっこいいな。そうそう、こういうなんか冬の間に多分そんなに難しくないガラスやプラスチックの蓋ができるフレーム。これもいいですね。これも作りたい。早くしないとな。ということで、今週は手押し車のプランターを作ります。今この時点で何もできてませんけど、明日一日でどれくらいできるでしょう。どうかな。手押し車を作るとなると前編後編になるかもしれないです。他にもね、たくさんコメントいただいてます。ありがとうございます。またね、ご意見とかご提案とかありましたらコメントをください。ではまた。ご視聴ありがとうございました。